皆さんこんにちは。早速ですが本題に入りましょう。米国向けの共享ビジネスで800ドル以下なら免税だから大丈夫。そう思っていませんか？実はその常識すでに過去のものとなっているんです。本日はこの米国向け免税制度の大きなルール変更と皆さんが今すぐ見直すべき5つの重要戦略について分かりやすく深掘りしていきます。800ドル以下なら自動的に免税じゃないの？そんな声が聞こえてきそうですが、ズバリ言います。その考えは今すぐ手放してください。これまで多くのセラーが頼りにしてきたデミニスという免税枠。これはもう価格が基準以下だからという理由だけで無条件に適用されるものではなくなりました。単なる一時的な噂話ではなく、米国でビジネスを続ける上でのまさにゲームチェンジャーともいえる大転換期なんです。状況を整理するために絶対に押さえておくべき2つの日付があります。まず、2025年8月29日。この日、米国は世界中を対象に800ドル以下の少額貨物に対する免税措置をストップさせました。そして、2026年6月24日、米国税関国境警備局、いわゆる CBP がこの措置を正式なルールとして確定させたんです。待ったなしの状況ですよね。だからこそ、ここからお話しする5つの対応策が絶対に欠かせないんです。まず、1つ目の戦略は、発送ルートの再選択です。日本郵便にするか、それとも国際宅配便、いわゆるクーリエにするか。実は日本郵便、2026年4月に米国向けの引き受けを再開しましたが、以前のように、とりあえず郵便局の窓口に持っていけば OK というわけにはいきません。事前に認証アプリを使って、関税などを払っておく必要があるんです。一方でクーリエの場合も、たとえ800ドル以下でも正式申告や簡易申告が求められます。もはや送料が安いからというだけでルートを選ぶ時代は終わりました。続いて2つ目の戦略。それは関税込み価格、つまり DDP での価格設定です。想像してみてください。お客様が商品を受け取る時になって関税を払ってくださいと言われたら、当然受取拒否や返品のトラブルにつながりますよね。ここで気をつけたいのが eBay のルールです。米国向けの法律というわけではありませんが、eBay では2025年10月以降、2500ドル未満の商品について、この関税込みでの対応を必須としています。誰が関税を払うのかをクリアにすることが今後のスタンダードになるんです。3つ目のポイントは、正確な商品データと原産国の把握です。ジェトロのデータによると、ちょっと面白い事実があります。日本のセラーが出品する商品のうち、日本原産のものは約 69.4%。つまり、残りの約 23% は中国など他の国で作られたものなんです。ここ意外と盲点ですよね。日本から発送しているから日本製とは限りません。原産国が違えば関税率もガラッと変わる可能性がため、HTSUS コードと原産国の正確な申告が絶対に必要になってきます。さて、4つ目の戦略はシビアなお金の話。円建てでの実質利益の再計算です。ここで 76.8% という数字に注目してください。これ、免税廃止によるコストアップを販売価格に上乗せすると答えた事業者の割合なんです。免税が使えないなら、売上から関税、通関手数料、さらに為替の変動や万が一の返品コストもで差し引いて考えなければなりません。売れた金額ではなく、最終的に手元に残る本当の利益はいくらなのか、ここを厳しく見極める必要があります。最後の5つ目は、お客様への約束ごとのアップデートです。トラブルを防ぐためのチェックリストだと思って聞いてくださいね。関税は価格に含まれているか、後から追加料金は発生しないか、通関で配送が遅れる可能性は伝えているか、そして返品になった場合、誰が送料を負担するのか、こうした情報を商品ページやよくある質問、購入後のメールなどでしっかり伝えておくこと。これがお客様との信頼関係を守る一番の防具になります。それでは今回のまとめです。米国向けビジネスにおいて800ドル以下だから大丈夫というご合言葉は今日で卒業しましょう。これからは発送する前に次の4つを必ず自分に問いかけてください。1、どのルートを使うか。2、誰が関税を払うか。3、原産国とコードは正確か。4、返品されても利益は残るか。
これらをクリアにすることこそが変化の激しい市場で生き残り、ビジネスをスケールさせる鍵となります。さて、あなたは明日からどんなアクションを起こしますか？ EX ゲート AI、グローバルビジネス、貿易規制、そして市場インテリジェンスを加速させるあなたのためのスケールエンジンです。